こんにちは、スタイルファンです。今回はブラックバスと雨の関係について解説します。雨の日はいつもよりブラックバスが釣れる可能性が高くなるんです。僕は雨の日は喜んでバス釣りに出かけます。皆さんは雨の日にバス釣りに行きますか？雨の日は釣れると言われるけど、濡れてまで釣りに行くほどいいのかなと思われている方も多いかと思います。そこで今回はブラックバスと雨の関係について解説します。この動画を見るとブラックバスと雨の関係について知ることができます。そして雨の日にどんな風に釣りをすればいいのかも解説しますから、最後までぜひ見ていってください。このチャンネルではスタイルファンが釣りのレベルアップを目指すとともに、経験したことや勉強したことなど釣りに役立つ情報をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最初に雨がブラックバスに与える影響を理解することはとても大切ということについてお伝えします。雨はブラックバスの行動に大きな影響を与えます。例えば、雨が降るときは基本的に気圧が下がります。バスは気圧の変化にとても敏感な魚です。気圧が下がると、魚の浮き袋への負荷が下がり、行動しやすくなると言われています。また、雨が降ったことで流れが速くなってしまったりすると、バス自身も身を守らなくてはいけない可能性があるため、気圧を察知して低気圧が近づいてくる前に捕食行動を行ったり、移動したりと、低気圧による悪天候に備えて行動に移すんです。そして雨はブラックバスの餌となるベイトを供給してくれる可能性を増やしてくれます。インレットと言われるような流れ込みでは、水量が増えたことで小魚やカエルなどのベイトが流されてくる可能性が出てきますし、木に止まっていた昆虫などが雨によって落ちてくる可能性も高めてくれます。また、雨が水面を叩くことで水中の溶存酸素量が増えたり、水がフレッシュな状態に変わるなどの理由もあり、バスの活性は上がる傾向にあります。さらには、雨が降ることで水面がざわつき、アングラーが見えなくなったり、ラインの存在が薄れたりと、雨が降ることでバスの警戒心が緩まります。これまでバス釣りに関しての雨がブラックバスに与える影響のメリットを中心にお伝えしてきましたが、デメリットもあるのでしっかり理解しておきましょう。それは、雨の温度が冷たくてそのエリアの水温をブラックバスの適水温以下にしてしまうような雨はデメリットになってしまいます。水温が極端に下がるとバスの活性は下がりますし、適水温を求めてバスも移動してしまいます。釣り方も工夫が必要になってきます。雨の冷たさは体感である程度わかりますが、確実なのは水温を測って水温の変化を調べることです。そして強すぎる雨も極端な濁りを発生させたり、激流を発生させたりと、バスの活性を落とす要因となってしまいます。雨には暖かい雨と冷たい雨があり、ブラックバスにとってプラスに働く時もありますが、マイナスに働く時もあります。そのことを考えて釣りを組み立ててみましょう。それでは、雨が降る状態をいくつかに分けて雨の日の釣り方を解説します。まずは雨の降り始めです。適水温の雨が降り始めたときは、先ほどお伝えしたように気圧が下がってきたり、水中の溶存酸素量が増えるのでバスの活性は上がりますし、警戒心が薄れ釣りやすくなります。狙うスポットとしては、インレットやバックウォーターに魚が集まる傾向が強くなります。雨による増水でバスの餌が流れてきたり、ベイトフィッシュが集まってきたりするので積極的に狙いたいですね。
しかし逆に岬や湾道の入り口など他のエリアにいたバスやベイトが移動していなくなる可能性もあるため、エリア選択に注意も必要です。レンジ的には雨が適水温なら表層の水が良くなったり溶存酸素量も増えますから、雨の降り始めは表層付近を狙ってみるのもいいですね。溶存酸素量を測る実験では、シャワーなどで水面に水滴が落ちると約1分で溶存酸素量が上がり、その後は一定の数値だったみたいです。水面付近の酸素量は雨ですぐに変わることをバスたちも知っているのかもしれませんね。僕も雨の降り始めは集中して釣るようにしています。次に長雨などの雨がしばらく降り続いたときは増水という条件も加わってきます。増水すると基本的にバスは車道に入ってきやすくなります。車道エリアのカバー周りなんかがいいスポットになりやすいですね。またインレットや流入河川からの濁りが入ってくることも予想されます。強すぎる濁りの場合は影響が少ないエリアを探すのもいいですし、適度な濁りならバスの活性が高くなっている場合もありますから、濁りの中でもアピールできる動きやカラーのルアーで濁りの中を釣ってみるのもいいですね。マッディウォーターとクリアウォーターの境目も狙い目になります。濁りが強くなってくるとバスはカバーに身を寄せるようにつくようになりますから、そんな時はカバーをタイトに狙います。そして雨によってできた流れの反転流、この流れが反転する場所にバスが避難する可能性も高くなるので、フィールドをよく観察して流れの変化する場所を狙っていくといいですね。レンジとしては増水に濁りがプラスすればバスは車路に差しやすくなりますし、雨が降り続いても水が澄んだままならフレッシュな水がミドルレンジやディープレンジにも及んでいくと、そのレンジに移動するバスもいます。雨が続いた時は水の色を意識することも大切ですね。このように雨による変化に合わせて釣りを組み立てていくことが大切だと思っています。また雨による急な増水や雷などは安全に釣りができない状況になってしまう危険性もありますから、無理をしないようにしましょう。安全に釣りをすることが一番大切ですからね。最後までご覧いただきましてありがとうございます。バス釣りにとって雨はメリットばかりではなくデメリットもありますし、自然が相手の釣りですから、雨の時にいいと思った釣り方やスポットもうまく当てはまらないこともあります。いろいろな知識として知った上で釣りを組み立てていく楽しみがバス釣りにはあると思いますから、いろいろと考えながら工夫をして釣りを楽しんでいきましょう。これからも釣りに役立つ情報をお伝えしていきますので、今回の動画が良かったらチャンネル登録をお願いいたします。それでは良い釣りを。スタイルファンでした。